我々はバハマに来ております。今回参加するのがなんと WSOP パラダイス。メインイベントが$25,000。倍高いのには理由があって、トリトンと同時開催なんですよ。今回のバハマはチャンネル史上最大です。初日なんですけども、今日明日がですね$5,000のトーナメントがなんとあります。お疲れです。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。というわけで WSOP バハマース2025に来ております。イエーイ。早速すぎるんですけど、突然すぎるんですけど、突然、メインイベントです。あ、もう早くない？早っ。そうなんですよ。WSOP バハマはほぼメインしかないんですよ。サイドイベントがめっちゃ少ない。この間出た$5,000が、ほぼ唯一と言っていいサイドで不思議なトーナメントシリーズですね。すごいですね。はい。というわけで、改めて説明させていただいていいんですけど、WSOP っていうのは夏に毎年やってるじゃないですか。暑いラスベガスでね。毎年行きますよね。はい。あれがメインイベント。$10,000参加費で1万人出る。優勝すると15億ぐらいもらえるっていうね、世界最大のトーナメントが毎年夏に開催されてるんですけど、この WSOP バハマはそれの冬バージョンですね。この WSOP バハマのメインイベント、これから出場するんですけども、$25,000っていう本家のメインイベントよりも高いです。なんですけど、去年は2,000人以上の人が出てます。で、今年はさらに人が増えて多分2,500ぐらいまで行くんじゃないかなと僕は思っております。すごい。なので、優勝賞金はおそらくなんですけど10億円ぐらいいくんじゃないかなっていう、相当でかいです。最高のトーナメントですね。でしかも何がいいってですね、メインイベント WSOP といえば1回しか出れないじゃないですか。今回のこの、スーパーメインイベントはですね、これも WSOP バハマの特徴なんですけど、無限リエントリーです。やばい。はい、なので僕はできるだけたくさん出ようと思ってます。マジですか。はい。今 Day1 これからレベル1からねがっつりプレイするっていうのと、あとマックスレートレジスト Day2 からもねリエントリーが出て、しかもこのメインイベントマジおもろくて Day2 も2回あるんですよ。Day1、Day2、Day1、Day2 っていう感じで、だから Day2 で飛んでまた Day1 出ることができるっていう、めっちゃいっぱい出れます。チャンスがいっぱいある。正直僕らプロにとってはかなり理想のトーナメントですね。$25,000を何回も何回もエントリーすることができる。$25,000を何回もエントリーはしたくないだけどできる。あと、正直やっぱり$25,000とはやっぱレベルはちょっと低いと思います。体感8割インマネします。うわ、これ激アツっす。はい、楽しみにしてください。というわけで突然ですけど 25K のメインイベント始めていきたいと思います。ジャンプポットが取れません。でもポジティブな側面としては序盤だから大して減ってないっていう、こんなにボロ負けしてるのに50万が40万になっただけ、なんで序盤についてないとむしろラッキーだね。集中ですね。そうですね。
ポットじゃないですか。足元来ました。 3時間やって初めてポットをね、そんなことってある？ちょっと激しいよね、みんな。そもそも普通こんなに激しくないです。WSOP のイベントとかはみんなどっちかというとパッシブ寄りに緊張する、1回しかないからみたいな。こういうリエントリーがある系のメインイベントでバイン高いやつって頑張りすぎる傾向にあるんだよね。だから皆さんがプレイするときは気をつけてください。無意識にそうなっちゃう。俺も昔そうだった。コツは強い反応で戦うことです。それしかないです。はい。22万点しかないよ。チップは減ってんだけど気は楽ですね。これが10万ドルトリトンじゃなくてこっからはチップを増やすというよりかはリエントリーしなくていいかどうかの戦いっていう意味で集中してやっていきます、はい、こっからのプレイモチベーションは戻す、頑張って50万まで戻しましょうですね。Hello. Oh, hello, my friend. Nice to see you. Good balls, of course. What did you show? Huh? What did you show? 6. Okay.何もいいとこなし。もう一発いきましょう。はい。ひどいよ。なあ、もう伸びがないわ。これで5万ドルですよね。これで5万ドルです。地獄の時間だったらずっと。マジで。切り替えてやっていきましょう。そうですね。これやっぱ器編始まって一番大きな収穫は2万5000ドル飛んでも悲しくないということですね。黙々とやれるようになったっていうのはいいことだと思います。はい、明日頑張りましょう。明日も頑張りましょう。ありがとうございます。というわけで優勝10億になるであろうスーパーメインイベントでなんとねメインイベント Day2 です。進出です。Day2 ということでね、誰が何と言っても Day2 昨日ですね2回飛びまして、マックスレイトレジストレーションですね、ちょうど今参加締め切りをした瞬間なんですけど、この瞬間に入ります。 PGT 優勝した時はこれでしたね。そうでしたね。はい、マックスレート。よくねポーカー始めたての頃とかはね、最初から出るのと遅れて出るのどっちがいいんですかみたいなことをよく聞かれるんですけど、大前提遅れて出る方が得です。おー、
そうなんですゲームの性質上、だって考えてみよう。1548人参加で、もう441人しか残ってない。3分の1まで減ってて入れるんですよ。入賞近くないですか？そう普通に考えて得じゃない？入賞が近いから。ただもちろんデメリットもあってスタッフがめっちゃ浅い。 12.5BB しかない。もう1ハンドル飛びます。なんで$26,000で 12.5BB で入るのは結構気合がいります。やりたくないですね。はい、ほぼ全ての人は多分気持ち的に嫌だと思います。最初から出てる方がチップが増える確率はやっぱ高いからね、優勝する確率を上げたいんだったらやっぱレベル1からプレイした方がいいと思うし、その人のプレイが上手ければ上手いほどレベル1からやった方がいい。どっちか選べって言われたら絶対僕は正直マックスレートの方が得だと思うんですけど、今回のトナメみたいにいっぱい出れるトナメだと最初から出てダメだったらマックスレートすればいいから、どっちに転んでもいいっていうその機械損失にならないようにするのが僕はいいかなって思ってるんで、基本的に僕の戦略はレベル1から出てダメだったらマックスレートっていう両取り戦略を取ってます。本当にでもインマルが近いんでダブルアップ2回したら余裕でインマルです。はい、とにかくハンドが来るのが一番大事。というわけでスーパーメインイベント Day2A やっていきましょう。そういえばさ、このメインイベントが楽しいもう一個大きな理由があって説明忘れてたんですけど、激アツなんですよさ、このメインイベント。今回のバハマンのスーパーメインイベントプロモーションやってて、今年の夏の WSOP でメインイベントインマネした人、ブレスレットを取った人、7体以上インマネした人、どれか一つでも条件を満たしてたらミニマムインマネした時点で$25,000もらえます。だから僕ミニマムインマネしたら$25,000タダでもらえるんですよ。絶対真似したいですね。絶対インマネしたいだよ。だから多分ミニマムインマネがこれ$4万とかだと思う、その時点で1000万みたいなでしかもファイナルテーブル行ったら$10万もらえるとか、優勝したら$25万もらえるみたいな。そうやばくない？でかいっすね。激デカだよね。これはバカに来ますよ。絶対インマネしなきゃいけないんだよ。とにかく1回でもインマネしなきゃいけないから、このメインは出れるだけ出た方がいい。しがみつきましょう。しがみついて絶対インマネする。I have a chance. くそー悔しい。あと130人。めちゃくちゃ悔しい。これもう一回出て354人残りで233人まで熱すぎるだろ。勝てよ今のマジで。しかも$5万プラス$25,000だからね。$75,000です。1000万超えでしたね。勝てよ。うわ悔しい。めちゃ悔しい。何これ最悪不意当たってたのに。おいめっちゃ悔しいんだが。うわ悔しい。今年一番悔しいかも。幸いというか本当に1個だけまだマシな点を言うんだとすると、$25,000のトナメはよく出てるんだけど、こんな参加人数が多い$25,000は出ないじゃないですか普段。そうですね。普段僕が出る$25,000って100人とか200人、さすがにちょっとこの人数で$25,000高いなと思って、スゴサーチャンネルおなじみチェフリーノとか僕のポーカープロの友達たちにアクションを 30% 売ってたんで、だから 30% 使ってます。そうなんですね。はい、3回飛んでるわけじゃないですか。3つとも売ってるから1回分助かってるんです負け額は$5万で済んでます。それだけが救いですね。だから何なんだよおはようございます。ついには
夢で見たポーカーのハンドまで解析するようになりましたすごい。でシリーズあそこやっぱターンレイズの方が良かったかなって夢の中のプレーを分析してやっぱターンレイズだったかとかやる病気です。昨日一昨日で2日間で19時間ぐらいずっと分析してました。ポーカー教ですね。ポーカー教になりました。怖いでもちょっともう頭パンクしてるんで早く変化しきってほしいですね。今変化の過程です僕は今。というわけで WSOP バハマメインイベント 26K Day1 AB がダメで、Day2 マックスレート、3発ダメだったんですけど4発目ということで Day1C にこれから出場していこうと思います。今日明日 CD でさらに Day2 マックスレートまであるんでマックス4発ぐらいいく可能性ありますね。高いんですけどフィールドもめちゃくちゃいいしね正直可能な限りたくさん出ようと思います。というわけで頑張っていきましょう。はい。760ぐらい76万、まあ増えてますね。まあプレイはいいでしょう。最後のハンド以外は何も問題なかったと思います、最後のハンドむずいなリバー、まあ降りないかさすがにブレイク、なんか配信宅らしいです休憩明け。横澤さんパワーじゃないですかもう。まあでもなんか2個左のおじいちゃんがかなり有名なトリトンにもいましたね、そういおじいちゃんでそういうメンツですね。えば。配信宅行く時って大体荒いことが多いんですけど今日は比較的いいメンツで配信宅に行けると思います。暴れ回りましょう。すごい。
And welcome back to Paradise for continuing coverage of Day 1C of the Super Main Event. In the fourth slot at Reef. I'm going to assume that Masato Yokosawa has got a smaller stack now, gave some of those chips to JNT. Ace Queen of Clubs versus Ace King, paired flop. Maybe they carve, and the board double pair. Can Faraz find a queen? The answer is no to all of the above. And Ace King holds. Masato, the beneficiary? Did Toy Story get him? 多分全然映像使われてないと思うんですけど、なんと一時期110万ぐらいまで増やして、今は60万点ぐらいですね。俺に勝ったのだけ映ってましたあ、嘘。平均とエースクイーン。その後なんかいろいろちっちゃいポットも取って、はい、増えてると思ってたんですよ。着々に110万ぐらいまで増やしたんですけど、でも一回なんかね、スモールブラインドでビッグブラインドで2ペア vs2 ペア食らって、それで結構減らしたかな。いやーでもね、こんなこと言うとちょっとポーカーの神様怒るかもしれないですけど、ショートスタックでデイ2進出するのが一番寒いかも。そっか。そう、繰り返しになるんですけど、このトーナメ僕ミニマムインまでしただけでプラス25000ドルもらえるんですよ。だからミニマムインまで75000ドルなの、事実上とんでもない価値なわけですよ。そうですよね。ここでもし例えば50万点でデイ2進出しましたってなったら、リゲントにしなくてよかったっていうのももちろんね嬉しいんだよですけど、その状態でデイ2進出しても、正直インマネ確率は低いじゃないですか。いやもちろんだからといってなんか変なプレーをするとか、そうですよね。はい、わざと飛びに行くとか絶対しないんだけど、レベルギャンブルプレイなんてしないですよね。絶対しないんだけど、結果としてショートスタックでデイ2進出はかなり嫌だね。とはいえもう次 30BB なんで、正直飛ぶか 60BB になるかみたいな勝負にはなると思います。入る時は入りますね。はい、入る時は入るし、60万点で次メインフィーチャーです。はい、またフィーチャー？フィーチャーです。すごいっすね今日。ラスト2時間メインフィーチャーです。WSOP 僕のこと好きすぎます。すごい。せっかくフィーチャーにいる間にちょっとねブラフしてタッチしてバリューしてもういいとこ取りしまくります。もうずっと見てます。Who is doing the commentary now? Hello, Kimi. I'm Masato. King Queen defense here from the small. Paired flop, no club on board. But you know, I'm looking out at a Brazilian flag, Jackie, and just expect the C bet to come high frequency. Yeah. Just Street Fighter? Oh my god, yes. Exchange. That's what they did. There's a little bit more to what motivated Musta. Feeds off of your irritation. Yeah, I mean, he's a WWE. Jack 7-3. Top pair against the nut flush for Yokosawa. This looks like chips are finding their way to the middle. So, right. covering an overcard here. And these are the kind of spots where you do learn a lot about a player, whether they go for call here or check raise. Not necessarily the overall game, but their impression of their dynamic with you, trying to just kind of jam. To remove flush draw from the check raise range. Owen. Still an easy call off. Right, beating 8-9 of clubs. Yeah. Got the 235 in there. This is a big chunk of Yokosawa's remaining stack. And I was actually thinking I'm going to I played the WTC there. It's, at least a few traits in the field all the time. Gained up. Solid. to defend on the king set. For ace high boards. Their depth here, 45 big blinds, very reasonable to play check, but Right. yeah, absolutely. 2 diamonds or 100. Still in there. He's fighting. He's got hard himself. Wasn't a pair. You when you're calling a straight up bluff, you tell him you got a pair. He's got a pair too. That's unfortunate. Strange spots where in some sense he's close to bottom of range. I mean, he has some flush draws.
So this would be an overfold, I imagine, if we see a fold. Don't blame him. Here it is. Nice bluff by Yokosawa. I mean, he was just right on every street. Tournament life. Yes, it is. In there. And he was always prepared to do so. And that fourth club isn't what did you in, sir. King Now three. I'll Yeah. be more quiet. Yeah, King 3 suited. Yeah. So I have a better than King 3 suited. I'm going to raise. I like this guy. So much personality. Come Rizzo. Really shrinks in the face of the 6 seconds. That's a nice call by Masato. Sort of trap. You know, would he bet this on the turn? You might want protection value here. Then again. Nice run. 最悪です。最悪ですか？もう本当に最悪。36万5千円。50万点がマックスいくらまで増えた ?150 万ぐらいまでいったっけ、150万ぐらいまで増えて最終36万5千円。飛んでないけど飛んだよりきついかも。絶対にインマにしなきゃいけないんだよね、このトラメって。うわー、それの貴重な Day1D のチャンスを完全にこれで失ってしまった。でこれ Day2 進出なんだけど Day2 が 12BB スタートじゃないですか、まあ、このスタックを飛ばさずに生き残れたらめちゃくちゃもちろんいいんだけど3時間あるのよそっから、飛んだ場合は当然リバイしなきゃいけないじゃないですか。これこっから地獄見えてます。もう連射するんですね。はいほんならもういやもういけるだけいく。もちろんポーカープレイとしてここで出ないのはアホだからさすがに期待値高すぎるから。いやーもうやだー。だからスーパーメインイベント Day2 です。本日のテーブルダニエル・ネグラのおじさんがいます。For Breck Scutton. Oh my. Alexei doesn't know is that 任して走るよこれマジで。